これが世界を驚かせた瞬間です。イングランドのマンチェスターの警察官が地面に倒れている男性を蹴っているところが撮影されました。この監視カメラの映像は春季快打に拡散し、多くの人が警察官に非があると主張し、中には警察の暴力だと訴える声もありました。しかし、さらなる映像が公開されると、関与した警察官たち自身が攻撃されており、逮捕を試みていたことが明らかになりました。新たに公開されたボディカメラの映像から、マンチェスター空港襲撃事件、それが引き起こした怒り、そしてその後の緊迫した裁判について探ります。今すぐ、その場に身をつけてください。安全を確保するため、その場で動かずに、そのまま床に止まってください。1625。20歳のモハメド・ファヒル・アフマドさんと26歳の弟もハメド・ファ・アフマドさんはカタールからの飛行機で到着したばかりの母親を迎えに2020年4月日午後7時30分頃にマンチェスター空港に到着した。しかし彼女に会うとすぐに彼らは彼女が明らかに動揺していることに気づいた。彼女は人生で最悪の8時間を過ごしたと主張し、飛行中ずっと別の乗客から人種差別的な嫌がらせを受けたと訴えた。その乗客はクウェート国籍で妻と3人の幼い子供と一緒に旅行していたアブドゥル・カリム・サイスマイルだった。2人の兄弟がターミナル2を歩いていると、母親はアブドゥル・カリムを見つけ、息子たちに彼を指さした。監視カメラの映像が公開されると、モハメドが母親を嫌がらせしたとされる男に対峙した。まさにその瞬間から騒動が始まったことが明らかになった。アブドゥル・カリムは家族と一緒に近くのスターバックスでコーヒーを飲んでいたが、間もなく人数で圧倒され、追い詰められることになる。モハメドによると、彼はアブドゥル・カリムに謝罪を要求したが、謝罪は得られず、対立はさらに激しくなり、ついにモハメドが切れてアブドゥル・カリムに襲いかかった。その様子を妻と子供たちは恐怖の中で見守っていた。スターバックスの店長はすぐに警察に通報しましたが、警察が到着する前に容疑者たちはすでにその場を離れ、最寄りの出口へ向かっていました。PC ザカリー・マースデン、PC エリー・クック、そして PC リディア・ウォードの3人が現場に最初に到着し、モハーメッドとその兄が駐車券の支払いをしているところを発見しました。しかし、容疑者を拘束しようと近づいたとき、これが決して通常の逮捕ではないことを、これらの警官たちは知ることになるのです。あっちの方向へ、すぐにでも行け。あっちですか。わかりました。今はどうですか。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。わかった、わかった、もうわかった。落ち着いてください。焦らずに深呼吸をして心を落ち着かせましょう。大丈夫です。この揉み合いはわずか90秒しか続きませんでしたが、その間にもハメットは警官の一人を殴り、さらに3人全員に暴行し、PC マースデンの頭を蹴りました。しかし、PC ウォードは最も激しい暴力に直面し、あまりにも激しく攻撃されたため、意識を失い、鼻をひどく骨折してしまいました。モハメットはテーザーで制圧された後も、警官たちが必死に状況を取り戻そうとする中、殴る蹴るの暴行を続けました。PC ウォードは
この体験で深いショックを受けている様子で、最終的には鼻の手術が必要となりました。事件の映像がネット上に流出した際、そこには数秒間の映像しか含まれていませんでした。公開された映像には、PC マースデンが床に倒れているモハメットを蹴る瞬間が映っており、それは瞬間に大きな怒りを引き起こしました。政治家たちもこの問題に関与し、できるだけ早く解決するための調査を要求しました。監視カメラの映像で警察が直面していた激しい暴力が明らかになったにもかかわらず、2人の警官は依然として停職処分となり、調査の対象となりました。しかし、PC ザカリー・マースデン、PC エリー・クック、PC リディア・ウォードのいずれも起訴されることはなく、テーザーの使用についても、クラウン検察局によって合法と判断され、2人の兄弟を拘束するために必要かつ適切な力が行使されたと述べられました。リバプール刑事法院で裁判が始まるまでに1年を要しましたが、両名がすべての罪状で無罪を主張し、驚くべき弁護を展開したことで、この裁判も事件そのものと同じくらい物議を醸すこととなりました。モハメドはスターバックスでの口論の際、命の危険を感じていたとペイシーンに語りました。彼は兄への人種差別的な暴言に抗議し、アブドゥル・カリム・スイスマイルに立ち向かったのです。高齢で病気の母親。モハメッドは自分は平和的に行動しており、戻された後に初めて反撃したと主張しました。しかし、マンチェスター警察にとって不運だったのは、アブドゥル・カリムが訴えを起こすことを拒否し、すべてを忘れることにしたことでした。しかし、それによって陪審員たちは、わずかな数秒間に実際に何が起こったのか、そしてもハメッドが本当に挑発されたのかどうか、疑問を抱くことになりました。しかし、スターバックスのマネージャーは、モハメッドの方が攻撃的に見えたと証言し、別の従業員も、口論にはアブドゥル・カリムからの身体的な攻撃は見られず、暴力はモハメッドによって始められたようだったと述べました。また、モハメッドは自分も兄もその時逮捕されているとは気づかず、警官のうち2人が女性であることも知らず、私服警官に不法に襲われていると思ったと主張しました。しかし、監視カメラとボディカメラの映像には、少なくとも1人の警官が制服を着ている様子がはっきりと映っています。3人の警官全員が明確な指示を出し、自分たちが法執行官であることを伝えたと証言しており、モハメッドとその兄が繰り返し警官の指示を無視し、警告なしに身体的に攻撃してきたため、やむを得ず反撃したと述べています。PC マースデンは、モハメッドが床に倒れている時に蹴ったことを認めましたが、その蹴りはモハメッドを制圧し、状況をコントロールするためのものであり、過剰な力の行使ではなかったと主張しました。これにより、パイシーンたちは2024年4月貧月に兄弟2人が取った行動が正当防衛だったのか、それとも犯罪的な暴行だったのかという難しい判断を迫られることになりました。10時間に及ぶ審議の末、オマーズは PC リディア・ウォードに対する実際の障害を伴う暴行、及び緊急対応職員である PC エリー・クックへの暴行で有罪判決を受けました。しかし、パイシーンはオマーズとアフマドが PC ザカリー・マースデンに対して実際の障害を伴う暴行を行ったかどうかについては評決に至ることができませんでした。オマーズはまた、その日の早い時間にスターバックスで起きた事件でアブドゥル・カリム・アイスマイルに対する暴行でも有罪判決を受けました。オマーズが判決を受ける際、彼は長期の実刑判決を受ける可能性があります。